じゃあ早速はい、お願いします。さあ、のざらつきを取りたい。はい。なんか結構傷んでますね。そしてすごいですよね。あれ結構ざらついてますね。なんか最近した？知ってないんですけど、うん、面接があったりすると髪の毛暗くするのを、もうヘアカラーでやるしかなくて、やったりするともういつもはアイロンとオイルとかでどうにか飛んでれる状況にしてるんですけど、なるほど。もうありのままです。ありのままです。ちょっとありがとうございます。もう一回後ろ来てもらおうかな。どんな感じで映るか。はい、すみません。結構毛量はしっかり、結構スイートありますね。そしてはい、去年1年前ぐらいに結構バッサリいったんですけど、その時に多分軽くしてる名残でがっつりいった、結構疲れちゃって。そうね、結構スイートあるね。よし OK です。ストレートですかね。ちょっとうねり取って毛先のざらつきも取っちゃいましょう。はい、でもこのスイてあるところがね結構悪いことしそうなんで、いい感じにプラしたばっかり。全然もう2週間ぐらいは。あ、元が明るいんですね。そのブリーチしてないんですけど、どんどん金髪になっていくんですよ。でもお母さんもね、そう多分髪質、そう髪質的に明るいから。あ、お母さんが以前もっと7丁目の最後に僕は恥ずかしい思いをした隠してたやつです。脱毛の話のやつ。カモがネギ背負ってたやつですね。ダマペンまだスタートしてない。まあとりあえず綺麗にして毛先もすごいパサッとしちゃってるんで、とにかく綺麗にしましょう。しようかな。カラーもしたい。落ち着かせないといけなくて。ああ、なるほど。これじゃあ明るいと。でも黒は嫌なんですけど、すぐ明るくなっちゃうタイプですよね。お母さんと一緒で。塗りたては暗くても大丈夫。大丈夫です。ね、多分それでいきましょうかね。OK です。じゃあそんな感じで準備して。ちなみになんですけど、今後明るくすることはそんなない？仕事がちょうど来月から新しい仕事、6月からするんですけど、おそらくもう隠せないんですよ。今まで帽子かぶってたんですけど、帽子なくなっちゃうので、しばらくは暗いです、多分ずっと。なるほど。いや、一個手があって、ヘアカラーをすると明るくなる髪質の人は、ヘアマニキュアで色をかぶせるだけにしていった方がダメージも少ないし、色落ちも緩やかになるんです。元が明るいから暗くする分には結構いいかも。でちょっとだけ白があるところも全部染まるんで、なんでその方はいいかも。矯正してから考えましょう。OK、行きましょう。はい、じゃあ後ろお願いします。はい、意外に難しそうな毛ですね。すぐ明るくなりやすい。まあブリッジしてないけどかなりの透明感。まあ本当実はこれみんなこれを求めてる人が多いっちゃ多いんだけど、多分結構カラーリング繰り返して傷んでるのと、あとはもうそぎですね。一番今日の敵はそぎです。ここアイロン決まんないんですよね。アイロンがスパーンっていかないから、それをどうやっていこうかっていうのと、あとはこういう髪質で明るくなっちゃう人は薬剤の反応がめちゃめちゃ早いかなって思うんで、そこら辺をちょっとスローに行くためにちょっといろいろ考えながらいきたいと思います。こういうとこですね。こういうスイッてあるとこ。これ結構難しいんですよ。わかる？美容師さん量が多い人、ここのめっちゃセーニング入れがち。でもそうするとストレートをする前提だとかなり邪魔になってくるというか悪さをしちゃうんで、こんな感じですね。毛先はめっちゃ細いんだけど、ここめっちゃ分厚い。よし、いい感じにしましょう。はい、お願いします。はい、ということでまずは全体のシャンプーですね。プレシャンして 10.5 チェンジリンスで全体をプレボージョンさせてきてもらいます。お願いします。はい、じゃあそんな感じでプレシャンして軽くハーフドライが終わってます。こんな感じですかね。ここら辺の癖が強くて毛先のダメージがすごい。で、ブリーチ履歴があってそこは切ったらしいんですけど、ちょっと毛先この弾力を感じるとちょっと怖い部分が何個かあって、根元は結構しっかり。でもやっぱりちょっと柔らかいかなと思うんで、薬剤3種でいきます。一発塗りなんだけど安全にいきたいかなと思います。3種ですね。はい。まず全体のこの毛先の部分ですね。保護したいけど、ビフォー見返してもらうと分かるんですけど、ちょっとざらつきとうねりがあるんで、保護したいけど還元したいということで、最初にこちら毛先を保護します。はい、7.0 ネオメテオクリーム 7.0 に対して、はい、コネクタメテオコネクタですね、最強ケラチンを 30% 配合したもので、まず毛先を保護します。で、根元後頭部のこの一番癖の強い部分、すんごいすいてある部分ですね。すいてある部分にこちらちょっと強めの薬剤といってもネオメテオなんかそんなに強くないんで、しっかりじっくり時間を受ける安心の、歯垢矯正剤、ビビリ毛を作らないっていう歯垢矯正剤ですね。pH 10.5 のクリームに対して、はい、ジオグリコールシスタミンのネオメテオのインクライン 10% いきます。で、そこ以外の全てのところに対しては、はい、こちらの薬をオールでいきます。pH 7.0 7.0 クリームに対してネオメテオのインクライン 10% で、毛先保護しながら他の薬剤を全部オールでいくことによって、根元はしっかりついて毛先も半分のパワーになりますね。この保護されたところにこの還元剤の方の 7.0 が乗っかってくるんで、保護された方になります。
ます。今日は 10.5 のクリームがインクラインと混ざることによって pH8.5 のアルカリの中ではかなり優しい宿毛矯正になるんで安心安全。で、こちらですね。こちら 7.0 のクリームにインクラインが混ざることによって pH5.5 のアミの東電点ですね。酸化しないけど酸による収斂もしないっていう一番いい 5.5 の宿毛矯正剤、酸性の宿毛矯正剤ができます。っていう感じでいきましょう。まずブロッキングからですね。結構しっかりブロッキングします。とりあえず後頭部の部分ですね。後頭部の部分。表面は比較的ダメージが溜まってたりして傷みやすいんで、ここはまず外しときます。これは普通に 7.0 だけでよし。で、ここのサイドの部分をやりたいんですけども、襟足がちりついたりとかそういうリスクも、このクリームのネオメタルの宿毛矯正は少ないんだけど、まずはここですね。ここ。後頭部のど真ん中だけ。後頭部のど真ん中。ここさえボリュームが収まっちゃえば、基本的にしっかりとね、網のフォルムっていうのはできるんで、ここはちょっと膨らんだところで、特に問題はないと思うんで、このボンノクボから上の部分に 10.5 のクリームをいきます。こうしてボンノクボのところに、ハーフドライでこのうねりがわかるところに、10.5 インクラインの 10% のクリームをつけます。で、しっかりと、特にこの後頭部のところって浸透が悪い。やっぱ一番健康なところなんですよ。紫外線にも当たってないし、ドライヤーも当たりすぎてないところなんで、浸透が悪いんで、しっかりと指で。この作業って結構宿毛矯正、このネオメタルの宿毛矯正に限らず、ここに関してはしっかりと指で下の手は固定して上を動かすイメージですね。そうすることによって確実に一気に柔らかくなるのを実感してもらえると思います。これぐらいやっとかないと、どうしてもね、宿毛矯正っていうのはうまくいかない場合が多いです。はい、次行きます。で、しっかりと根元つけて、裏もつけて、で、端っこが、こういう端が塗り漏れがないようにして、根元ちょっとぐらいついても、pH8.5 で、しかもこれ、自在がアルギニンなんで、どんどん塗ったそばからアルカリが落ちてくんで、軟化による根折れっていうのはそんなに起きづらくはなってます。まあ、かといってベタ塗りしたりしたらもちろん折れるんで、これぐらいの、ちょっと攻めるぐらい。こうやって乗っけたら指で柔らかくしてあげる。基本的にはこうやってしっかりと物理の力で揉み込む方が大事ですね。薬剤はね、ほんと浸透するようにはできてるんですけど、ちゃんと中まで還元させるために一番スピーディーなのは加温でもないし、圧縮蒸気でもないし、指の圧です。指と手のひらの圧でしっかりと上げることによって綺麗になります。しかも特にビフォーの状態すごいすいてあったと思うんで、ここら辺にも毛先かなりいると思うんですね。なんで塗布量もしっかり乗っけて、さらに指で押し込んであげないと綺麗にはなりづらいです。で、足りないなと思ったら塗布量を足して、もうひたひたにしてあげる。この後頭部がうまくいかないっていう人は大体この塗りが甘いですね。薬剤選定でなんか考える人多いんですけど、薬剤選定やアイロンで考える人多いけど、この塗り、しっかりと塗れてるかどうかっていうの方が大事になってきます。まずは中間部まで。はい、こんな感じ。そしたらこの後頭部のラストのところですね。ここの上の方はちょっとダメージも感じる。やっぱり表面って日頃の紫外線だとか、あとは物理的ダメージですね。フォーミング、ブラッシング、あとはブロー。特にあとアイロンされてるって言ってたんで、アイロンはやっぱ表面メインでかけがちなんで、そんなに強い薬は必要ないです。ここまでいきました。特に宿毛矯正のリタッチってわけじゃないんですよ。新規みたいな感じなんで、ここで全体も行くんですけど、その前に全体の毛先を保護します。全体の毛先、こっから先ぐらいですかね。を 7.0 クリームにメテオコネクタ 30% を薄漬けです。これ、塗布量多すぎると、この次からの 7.0 のインクラインの還元剤が乗っかってこないんで、こうやって塗布したら今度は指で4、5ぐらい。これぐらいですね。乗っかってない方がいいです。それ以外のところもやります。大まかでいいです。大まかで、ここもこんな感じですね。基本的に後乗せで還元剤を弱めていく方法をお勧めしてるんですけど、今日ぐらい毛先の具合がちょっとピタッとなってたりしたら、先に保護してあげるのも大事です。先に保護を優先させすぎると、全然還元剤が効かなくて、全く伸びてない。そうするとザラつくっていうことがあるんで、これぐらいのほんと薄塗りですね。こうやって毛量が少なくなってるようなところとかだったら、ほんと毛先塗って揉み込んだら指でしごく。これぐらい。はい。そしたら、で表面はちょっとこの毛先の部分が長いかもしれないです。多分アイロンによるものがあるんで、こうすると時間効率は一番いいですね。根元の後頭部の一番強いところ、ここら辺が一番放置時間が置けて、その次に毛先のこのトリートメントですね。ケラチンを時間を置けて、あとは最後に全体を塗ってくるっていう形なんで、かなり時間効率はいいと思います。しっかりと揉み込んで、指でしごく。で、サイドなんですけど、結構揉み上げがだいたい怖いんで、揉み上げは根元からこの毛先の保護の薬。
でもちゃんとしごく。で、毛先。この一手間が意外に全体の形をきれいに作ってくれるんで、おすすめです。こうして。役は一緒ですね。伸ばします。はい、そんな感じで塗り終わってます。はい、そしたら、もうこっから先は、肩軽くロッキング取ったら、もう普通に 7.0 にインクライン 10% の、さっき言った pH5.5 の薬剤っていうのを、もうオールです。毛先まで塗っちゃいます。こうして、でここに関して、まずこのセンターの部分ですね。センターの部分は、この 10.5 塗ってない部分もあるんで、ここですね。この襟足の塗ってない部分もあるんで、しっかりと塗ります。で、このディバイディングも全部混ざるように、で、さっき言った物理の力でも揉み込みます。根元。で、毛先は簡単にいけるんで、ここら辺ですね。この根元周辺がしっかりとつくようにします。こうして、で、この後頭部の一番癖の強いところ、10.5 を塗ったところは、中間から先、サクッと。で、さっき塗った7.0 とコネクタの保護剤になってるやつは余らしといてください。なんでかというと、この後時間を置いて、先をちょっとスローにしたいとか、還元の速度を変化させたいって時に使うんで、取っときます。はい。じゃあ、あとはもうこっち簡単ですね。この毛先が保護されているところを、この 7.0 のインクライン 10% で馴染ませる、しっかり。馴染ませて、全体塗りをします。はい。じゃあ、そんな感じでいきましょう。さあ、宿毛矯正いつ以来ですか？してないです。初。なんかしたいんですけど、止められるんですよ。わかる？どこ行っても止められるんで。それはわかる。前髪だけやったらみたいな。前髪だけと思って。前髪むしろいらなくないですか？宿毛矯正。なんか癖あるって言われますよく。自分的にはスタイリングどうですか？やりづらい？いや、そんなね。そうでしょ。だったらやんない方がいい。そうですよね。わかる。ちょっとね、要は今までのアルカリ宿毛矯正っていうのはつけたくないし、酸性やるにしては難しいしみたいな、ちょっと悩ましいんですよ、意外に。そうなんです。ちょっと微妙に難しいよ。ちょっと微妙に難しめ。そうそう。だからわかります。断られちゃう。多分今日めっちゃ綺麗になります。なんかインスタとかでトゥルルルってやるじゃないですか。あれやる。あれやりたい。あれなったことないですよね。生まれて。あれね、そうそうそう。あれはね、僕のやつ YouTube よりインスタの方が見てくれてますからね。インスタの方が、なんかストーリーで結構いろんなお店さんが使いましたって。そうそう。メンシあれ、ョンみたい。そうです。あれをよく見て、あれよく見てるって言うとあれですけど、あれ流れてきますもん。変態かのように。いやでも結構ね、いろんなサロンさんがメンションしてくれるから、あれからメテオの毛取扱サロンに全国の人が行っていただいてる方は、うちのお母さんも言ってました。言ってた。染めてもらいたい。今日も朝からいいな、いいなってずっと。先に来たのに。そう、なかなか予約がね、今ね、スパーンと取れないから。でもちょうどあさって誕生日だったんで。おお、来た。誕生日プレゼントですね。あ、いいですね。あさって6月、もう6月か。そうです。6月2日。2日です。おめでとうございます。ありがとうございます。僕らが絶賛ファスティングしてる最中です。すいません。ありがとうございます。めちゃめちゃ断食してる時期ですね。あ、本当ですか？ 6 月1日、明日から今日撮影する5月31日なんですけど、明日から3日間ファスティングをするんです僕ら。僕と岩崎と水木で。うわー。じゃあ大丈夫でした？もう買ってきちゃった。今日まで食べれます。危ない。ありがとうございます。危ない。今日まで食べれます。3日間あれですよね。なんか本当決まったやつだけ。そうです。ドリンクだけ。酵素ドリンクとでもやりたいね。いや、なんか僕7年前くらいにやったんですけど、すっごい体軽くなったんですよ。なんかなんかただ単に痩せたとかじゃなくて、なんか変なもんが取れたみたいな。お腹空かないんですか？初日きついかな。2日目ぐらいになってくるともうなんか無の境地になってきます。無の境地。終わったってなるんですか？3日目とかはもうなんか食べることを忘れました。すごい。で次の日になぜかしないけど僕飲み会入ってて、その次にせっかくファスティング3日間したのに夜飲み会だからって朝昼なんか食うのあれだなと思って回復食とかも言うからちょっとさらっととりあえず朝一お粥食ったんですよ。やばい。美味しかった。おーってなる。いやなる。いやこの模様は YouTube の僕らでサブチャンやってるんですけど。あ、それ出すんですか？サブチャンでちょっと岩崎がホホホホってなってる感じ。意外にしれっとうまぐらいで終わる。うまいぐらい。水木ちゃんはいいリアクションしてくる。誰がやろうっていう始めたんですか？俺です。巻き込み事故。かわいそう。いやでもね、そんな機会がないとやれなくないですか？確かに。ファスティングです。そうだって自らよしやろうって誰かと一緒にやりたくない。確かに。そうの方が一人でやりたくないからですか？そう。
うわ、うわ。私別にいいのにジム行ってるから。いや、じゃそういうんじゃない。痩せるとかじゃない。デトックス。一人でやりたくないからですか？の水木がノリノリだったよ。水木ちゃんはノリノリですよ。いや、耐えれますかねって言ってお腹が減るとでもイライラしちゃうらしいんで。その模様も全部見方危なそう動画に収め荒る。れてる荒れてる。どうしよう、岩崎は全く動けなくなった。チーンとかなって意外に食べないでも生きていけますけどね。そう初日だけだともうきついの。私もきついかな。逆に初日の方が平気そうですけどね。うん2日目の方がきつそうい。や、2日目ぐらいになると若干頭痛くなるんですよ。大丈夫なんですか？いや、頭痛くなるのって体の毒素が脳に行っちゃうらしいんですよ。へえ。出さなきゃいけないで、別に普通に脳っていうか脳の血管に行ってるだけだから分かんないですよ。ごめんなさい、ファスティング詳しい人変なコメントしてこないでください。素人なんで。なんかそれで塩分が足りなくて何も口にしないから。あーで、浸透圧でその細胞に行っちゃうからっていう話を聞いたんで、だから対処法としては塩を一舐めするとその塩分調整ができて、で頭痛くなくなるって言われて、僕その7年前ぐらいかな、昔アシスタントだった弘中と一緒にやったんですけど、塩一舐めしたら全然頭痛くなくなって、またそのヒロっていうのが辛そうでした。すごい辛いのかなんだか、塩一回舐め始めたらずっと塩なんですよ。危ない。ずっとそれはそれでダメだと。確かに塩分取りすぎてますね。塩分そうそう。だからほんのちょっとがいい。どうなるかな。でも久々なんで、でも本当初日2日目の日とか家まで自転車で、その7年前の時は家まで自転車で帰るだけで全ての食べ物の匂いが嗅ぎ分けられる。これなんだ、味噌煮込みだ。もうお腹減ってるじゃないですか。やばいやばい。増えてる状態だから隣でご飯食べようもんなら多分襲われそうな目つきで。そうそうそう。もしかしたらファスティングの動画の方が先に出ちゃうぐらいの感あじ。、なるほど。そうそうそう。まあでもサブチャン登録してない人もいると思うんで、皆さんよろしくお願いします。機会に。コソコソチャンネルだから。あそうそうダメですよあんま登録しちゃなんでその呼び込んだんですかよ。ダメだよ。コソコソチャンネル。ぬるい動画チャンネルを持ってて、香川県行ったらうどん食っただけの動画あ、見たことあるかもしれない。本当うどん、うちお母さんが多分狂ったように見てるんですよ。で、多分それで見せてもらった気がします。お母さんありがとうございます。すごいいつもありがとうございます。狂ったように。本当にすごいですよ。一時本当テレビのYouTube とかに永田さんがわーっておすすめ。ありがとうございます。すいません。よし、じゃあちょっと時間を置きましょう。はい、そんな感じで塗り終わりました。で、ここが 10.5 で 7.0 で全体で毛先。ちょっとやっぱ毛先怖いですね。ちょっとふにゃっとなってるんで、まあただ2、3センチはちょっとカットする前提でいきたいかなと思うんですけど、ちょっとぐにゃっとなり始めてるから怖いんだけど、まだ芯はある感じ。まだちょっと還元進ましたいなっていう。結局ここでビビって、あ、やばいっつって 4.5 で硬化作業をしちゃうと、どうしてもザラつきが残るんですよね。ここは気持ちに負けないように、一応保護剤もついているということで負けないようにちょっと置きましょうかね。ここまだ頑張ります。で、とりあえず10分は置こうかなと思います。はい、ラップ30にして10分でお願いします。はい、すいません、失礼します。はい、はい、行きましょう。まず見るところ。はい、後頭部の癖の強いところ。はい、ここですね。まだちょっと癖が残ってますね。まだ10分なんで。基本的にネオメテオの宿毛矯正は20分推奨です。あ、でも結構癖も伸びてていい感じですね。で、次、表面。7.0 のところですね。表面。あ、もう表面、もうバッチリです。表面はもうこれで流してもいいぐらいですね。でもちょっと触ると芯があるんで、20分でいきましょう。っていうのと、再度、アイロンよくかけそうなところが傷んでないか。大丈夫そうです。しっかり芯が。で、毛先。最初に塗った時に毛先大丈夫かなと思ったんですけど、こっから先はちょっと怖いですね。こっから先は怖くて、ここら辺はまだ大丈夫そう。でも、本当のこの毛先の先は結構もう限界値を迎えている感じがするんで、ここに硬化させます。硬くしていく。要は軟化をストップさせることによって、しっかりとダメージっていうのをこれ以上進まないようにします。そしてもって、こちら、使用薬剤、新品の方行きましょうか。はい。4.5、pH4.5 のレブリン酸クリームですね。このネオメテオのクリームは全部レブリン酸アルギニンが基本的な主成分。そこにグリ誘導体、セラミドヒアルロン酸、ファイバーハンスなどの全ての、もう今現在考えられる、もうすごく髪にいい処理剤っていうのが全部入ってます。で、だけちょっと綺麗に、新品ありました。よし。そしたら、この大まかでいいです。上下2段とかに取って。で、あんまり上まで行くと、肝心のこの中間部のザラつきが取れないまま終わっちゃうんで、本当のこの木の先に 4.5 クリームをこう上から重ねます。そうすると、多分美容師さんならわかると思うんですけど、この一気に硬くなるんですね。こう。
一気に硬くなる。これで保護する感じ。これをあんま伸ばしすぎると本当に肝心のざらつきが取れないんで、しっかりとそこら辺見極めてください。こっから先の柔らかくなってるところに重ねます。4.5 クリームの分量の方が多くなるように重ねて綺麗に落とす。で、後頭部のところもこっから先離島の位置足したりとか癖が強すぎたらやるんですけど、今日はそんなにしなくてもいいかなと思うんで、今日はこの 10.5 のまんま時間で流そうかなと思います。20分でいけそうですね。こうして毛先のところに結構皆さん塗った瞬間から少しヒヤヒヤしてすぐ 4.5 重ねたり 7.0 重ねたりするんですけど、そのネオメトのクリーム時間が経つと徐々に優しくなってくるというか、ゆっくりになってくる習性があるんで、それはそうなんです。アルギニンが入ってるんで、アルギニンってやっぱり塗り始めからどんどんアルカリのパワーが落ちてくるんですね。なんで少しずつ優しくなってくる、これがあるんで、10分は何もせずに待ちましょう。で、これぐらいです。本当に上まで絶対やらない。はい。じゃあ、これで10分置いて流し、トータル20分ですね。塗る時間も入れたら23分ぐらいですかね。はい。ということで、岩崎さんがせっかく作ってくれたこのやつを再利用しましょう。でもやっぱちょっと水木ちゃんのに比べると下手ですよね。しょうがないよ。はい。じゃあ以上です。はい。じゃあもう一回、10分後、計20分後ですね。はい。こんな感じ。もう完璧ですね。これぐらい伸びてれば間違いないと思います。表面ももちろん OK。この毛先の部分、4.5 で固まってたんで、固まっては硬化したんで、ちょっとぐにゃっとはしてますけど、この毛先切る前提で、ここの部分がしっかりといい感じだと思います。はい。ということで流してもらいます。じゃあこの後シャンプー台でインフォームでバーってやって軽くコーミングしたらそのまま流してヘマチン、シャンプー 7.0、4.5 のチェンジリンス、ドロップチェンジリンスで上げてきてもらいましょう。お願いします。はい、お疲れ様です。中間処理終わりました。ということで中間生成の中間処理終わって、さあ見てみましょう。はい。もう完璧です。もうこうなってれば勝ち確定です。あとアイロンですね。アイロンそんなに難しい髪質じゃないんだけど、そぎがたくさん入ってる時のアイロンっていうのは結構難しいんで、そこだけちょっと注意しながらいこうかなと思います。で、毛先。本当だったらここでカットしてもいいんですけど、カットの幅が今日すんごい短くするわけじゃないんで、先にアイロンしちゃいます。で、毛先もこれ、はい。ちょっと貼り付けると分かりやすいかな。ビチャーってなってない。ちゃんと張り腰がある状態が残ってる。これ、美容師さんだったら分かるかな。これがもう極度のダメージだと、このクロスにビチャーって張り付いちゃう感じなんですけど、4.5 でガードすることによっていい感じになってます。ということで、最後の中間処理。メテオコネクターの5倍希釈。なんだかんだケラチンです。処理剤といえばケラチン。で、ここで中間処理でやることによって、乾かす、さらにアイロンするっていう形でがっつり入るんで、この中間処理でしっかりと入れてください。で、アクアですね。アクアはケラチン以外のもの全てだと思ってください。処理剤の中でケラチン以外のものが全て入ってます。じゃあ最初から混ぜればいいじゃんってなるんですけど、CMC とケラチンは同時に入れると相性が悪いんで、混ぜたりとかもしないで別でやってください。で、リンクのオイル、アシクロペンタシロキ酸、シリコンオイルですね。をつけて滑らかにさせる。表面、お土産、襟足、全部つけます。で、はい。ちょっと久々の登場ですね。PPT02 をちょっとハイダメージのところ、毛先の部分に少しなじませておきます。ホームケアで使う場合もこの使い方でいいです。ホットミストとリンクオイルなじませて、ホットミストはレブリン酸ですね。レブリン酸。で、そこからリンクのオイル、PPT02。ハイダメージの人はやってください。普通のぐらいのダメージの人ぐらいだったらそんなにいらないかなと思います、PPT は。むしろ乾きにくくなるのとベタついてしまうんで、ベタつくっていうか重くなる感じですね。乾かしていきます。はい、ドライが終わりました。ドライっていうかブローまで終わってます。しっかり水分抜かないと、こういうセンシティブ系の毛髪っていうのは、アイロンの熱によってガツッとダメージが出ちゃう場合があるんで、もう水分を飛ばしてます。で、ここら辺の根元も水分そんなに残してないです。もうちょっとブローしちゃって、ある程度いってます。で、ここですね。さっき、カウンセリングの時から言っている、ここら辺の短い毛。でも結構隠れたんじゃないですかね。見えますかね。こういう、ここら辺ですね。の、このいっぱいすいてあるところ。ここ、ありましたね。こういうところ。こういう短い毛をやる時の注意点としては、ここの毛先は要はここら辺にいっぱいあるんで、ここら辺をすごい勢いでプレスしちゃうと、そこの毛がじりっとして熱焼きを起こすんで、ここまでプレス、プレス半分の力、スルーだけ。この塩梅が意外に難しいんで、今回難しいのは後頭部です。サイドは多分全くもって簡単そうなんで、サイドはサクッとやるぐらいですね。後頭部難しそうなんで、後頭部のアイロンだけちょっと一回見ててもらいましょう。で、やっぱ一番癖の強いところは、ブロッキングしておきます。の前に、ごめんなさい。もう一回リンクのオイルと、毛先 PPT0 にちょっとつけときましょう。PPT0 を毛先だけで、しっかり、おっと、ナイス。
こいつのなんでシカトすんの見てなかった今。見てました。多分映ってます。すごい。なんか言った方がよかったですか。いやファインプレーだよ、野球でいうとこの。あ、昨日見たからですか。はい、すごい。昨日セパ交流戦。見ましたインスタで。あ、そうだ、インスタの人だっインスタた。そうそう。いや、良かったんですよ。勝ったんですか。負けました。あ、相手はだってパリーグの首位だからね。仕方ない。巨人今そんな強くないから。そんなこと言って批判来ないんですか、巨人ファンから。いや、待って、こんな巨人ファンなのに巨人。だからこそ言いたい。ちょっとね、いいピッチャーいないですか。はい、もしかしたら監督がこれ見てるかもしれないですからね。原さん。もしかしたらファンかもしれない。ハッシュタグ原さんとつながりたいんでしょ。もしかしたら見てるかもしれない。原さん見てたらウケる。YouTube のモデルで来るかもしれない。原さんがメンズで原さんが来る。どうします？いや、とりあえずボール買ってサインしてもらうね。菅野が2軍だからね、今は。ちょっと早く戻ってきてほしいですね。っていう話は置いといて、はい、アイロンします。アイロン温度190度でいきます。ラディアント190度。はい。もう襟足のところはささーっとでいいです。で、プレスここまで。ここからプレスをどんどん弱めていく。けど、熱置きの時間は変えない。これが大事です。スルーしちゃいがち。でも、今日みたいに強制のリタッチじゃないじゃないですか。リタッチじゃない場合は、熱置きをしっかりゆっくりやんないと、この中間部結構抜けやすいんですよ。だから中間部が抜けて中間に癖が残るとかだったらわかるんですけど、それを極力防ぐ。ここプレス。後頭部特にプレス。ここ弱める。で、弱めるんだけど、どんどん力は弱めて、スルー。そうすることによって、柔らかいストレートもになるはず。で、次行きましょう。もうパッパッパッといけるはず。で、ここです、一番難しいの。これ、こんぐらい短い毛がバンバンバンって出てくるんで、そう、ここすきたくなる気持ちもわかるなんですけど、ちょっと無矯正には邪魔もんなんで、綺麗にクリーンブラシ取ったら、一回スルーしたら、この短い毛の直前までちょっとプレスしてあげる。で、こっから力を抜く。で、ここら辺はもうほんと力入れません。触れてるかどうか。はい。で、アイロン毛先頑張りすぎちゃう人がいるんですけど、毛先頑張りすぎると逆にダメージを負う過密なんで、毛先は本当に頑張らなくていいです。なんなら後でやってもいいですね。時間差で3パネルぐらいを重ねてやってもいいんですけど、まあちょっとそこらムラが出そうなんで、ここはちょっとゆっくりやっちゃいます。こうして、グッ。プレス。で、ここから、スーッと。さあ、見てもらうと。はい、いいと思います。じゃあ、2人で行きましょう。よいしょ。結構完璧じゃない？いい感じです。もうこの時点でわかる？綺麗。やった。カラーどうしようかな。いや、マニキュアで考えたんですけど、ちょっと後でまた考えます。考えながらアイロンする。そうすると喋れなくなるってこと悪循環だから、後で考える。岩崎さん、ゾゾタウン届いてますけど。6月6日にディズニーに行くんです。その時に着るお洋服がここに届きました。すごい。確かに家受け取れないですもんね。私だって家がないんです。家がない。今何これ YouTube での多分初めてかもしれない。私は家ないんですよ。どういうことですか？本当は私だって宅配ボックスに入れといてほしいんですけど、私今ホテルに住んでて。ホテル住まい。ホテル住まい。なんか2年更新じゃないですか。で引っ越そうと思って新しいお家も見つけて、前のお家を14日に退去したんですよ。で結構前ですよね。結構前、もうだいぶ結構前。今31なんで。2週間2経つか。週間経って、うんでもともと狙ってたお部屋が6階のお部屋でいいなと思ったんですけど、第一希望の人がいてみたいな。そう、入れ入なかっれなかった。でもその不動産の方がいろいろ見てくださったら、その上の階が空くから応募しますかって言われてして、まあでもちょっと退去とこうかぶんない清掃があるから、初めの1週間ぐらい清掃が入るんでって言われて、ちょっとホテル生活になっちゃいますって言われたんですよ。まあまあそれぐらいならいいかと思って。でた。そのちょっとがね。でもう7年もいろいろ、まあ、洗濯機も壊れてたし、なんか上京してからずっと同じ家電だったんで、まあ、壊れ始めたから、まあ、これを機にフル替えしようと思って、まあ、粗大ゴミ出してから全然もう荷物もほぼ服とかでここに置かしてもらってるんですけど、店に岩崎の荷物がめっちゃあるんです。もう止まってればいいじゃないですか。ここでいやでもなんか泊まるとなんか仕事のオンオフがなんかなくなってちょっとしんどいみたいな。通勤だけで確かに4歩。おはようございます。やだ。まあで、まあ、5月中には入れるかなって思ってたんですけど、どうやら清
掃の業者さんが全然人が今いないらしくて清掃ができない。で次私がお家に入れるのは6月16なんですよ。約1ヶ月ですよね、14日から考えると。それはずっと今ホテルを転々と、宿借りしてます。なんかいつ言われるか分かんなかったから、とりあえず5月中かな、ちょっと早まるかなと思ったんで、結構1週間おきにホテルを帰ったんですよ。そしたら6月16だから、あらまあみたいな。結構お金かかりますよね。かかりますかかります。もう老後のための資金を切り崩していや、いいじゃないですか。今私これでホテル生活宿借りしてるんで。うわ。まあでも言ったんですよ。でも言うても家賃もやっぱそこそこここら辺だからちょっと高め。高いですよ。で日割りで考えたらそんな1日多分数千円プラスぐらいじゃないっつって。でもなんかちょっとかかってる気してますよね。毎度自分が毎回払うからでしょ。払うから家賃として払ってる分にはさ。それなんか一括じゃないですか。またそこにプラスしてクレジットカードの不正利用にあって。そうだからクレジットカード止められてで新規再発行してくれるじゃないですか。作りたいけど住所がないから作れない。あ、そっか。そうなんですよ。早くクレジットを作りたいのにでも住所ないからなんか頑張って交渉したんですよ。お店とかにずっといるんですけど、職場って届けてもらえないんですかって言ったらすいませんって言われて。そりゃそうだよね、クレジットカードはね。で今家もなければカードもないっていう。パワーワードで生きてますからね。ZOZO タウンどうやって買ったんですか？後払いです。確かに。後払いです。後払い。いやでもなんかチラチラとジムの会費とかをちょっと会社のカードをお借りしていいですか？ジム頑張って聞いてみたんですよ。ちょっと今こうですごい仲良くさせてもらってるんで、こうでカードなくて銀行とかできないんですか？すいませんちょっとカードじゃないとって言われたんで。現金払いも断られたんでしょ？大学さんのカード今お借りしております。すいません。いやーすごいね。すごいね。ディズニーのたんびに新しい服を買うという文化がすごい。いっぱいあります？ディズニーをもともと託したんで週3週4で。すごい。だからあんまり縛らないっていうかあ、そっか。週3で行ってたらね。そうです。コンビニ行くぐらいの感じ。コンビニすごい。なんか一緒に今回行く子はコーデを考えるのが好きな子なんで、楽しい。ソロコーデ今回だからホワイトって言われて、デニムジャケット着よって言われたんで、持ってねえよって。あ、それで買ったんですか？向こうも買ってます多分友達もデニムジャケット着よって。ホワイトデニムジャケット。だから言ったんですよ。暑くないって言ったんですけど。絶対暑いね。脱げばいいって言われました。写真の撮っただけ。脱げばいい。あ、そうか。しかも雨やばそうですよね。あ、確かに。この前見た時まだギリ。今週も雨っぽい感じだったのに、今日いい感じに。晴れてますね。今日それこそ水木がディズニー行ってて、雨予報から。わあ、いいね。持つとこのまま。持ちそうだからよかったね。ディズニー雨最悪ですよね。なんなら昨日も雨予報だった。あ、そうなんですか。あ、確かに。雨予報で俺東京ドームじゃなくてマリンスタジアムだからやべえっつってカッパまで買ったけど、とりあえず晴れ。夜中降りましたよね。あ、なんか夜中ずっと雨降ってた。めっちゃ降ってた。あ、そうなんですか。わかんない。あ、ホテルだと聞こえないですか。聞こえない。ビジネスホテルだと窓もそんなないし。全然気づいてないですね。ホテルだからですね。ホテルだから。さすが帝国ホテルだと気づかないですか。帝国ホテルなわけなくないですか。帝国ホテルやばいですよそれだったら。もうそれだったら私長さのカード絶対使います。おい。絶対自分のお金でいかない。結構一泊やばいですよね値段。でもなんかそれこそちょっと前までは1ヶ月貸しみたいなのをやってて、帝国ホテルで一月40万くらいだった気がする。40万そこにかけるのや。でも普通に泊まったら多分1泊3万から5万のところがスキーで借りるとっていう。でもだってこんな長いって思ってなかったから。もうそろそろ私の予定では入れてる頃ですよ。ああ、なるほど。じゃあちょっとカラーですね。準備しましょう。どうしようかな。マニキュアでいくか。色落ちは本当にすぐ起きるから嫌だっていう感じですよね。嫌だ。嫌だなって感じですよね。色落ちさせないためには。で、普通のカラーしてもこんぐらい明るくなっちゃうって感じですよね。なります。入りやすく抜けやすい。入りやすく抜きやすい。って言われました。ということでしょうね。ということでしょうね。OK です。結構濃いめのブラウン。黒じゃなければ濃いめにしてもいい感じ。そうですね。OK。行きましょう。はい。こんな感じでとりあえずはアイロンが終わってます。で、もうここら辺は攻めすぎない。攻めて、こう、ちょっとピンピンってなってるやつらを抑えようと思ってアイロンしちゃうと、結局硬くなっちゃって、より煮液して流したらピンピン出てくるんで、これがちゃんと熱が加わってれば攻めすぎない感じでいきます。で今日、エアマニキュアでいきます。もう、とにかく退色しやすい人で、特にこれから明るくする予定がそんなにないっていうんであれば、しっかりと色持ってた方がいいと思うんで、色持ってた方がいいというか、やっぱ根元のこの黒い部分も明るいんですね。
明るい。で、この黒い部分っていうのをちょっと大切に育てて、全体的な髪質自体を良くしていってあげた方がいいかなと思うんで、まず2液して流してからヘアマニキュアでいきます。ということで今日2液、はい。アマリスのジェルオキシですね。これ結構塗りやすいんでおすすめです。2%にメテオ GL20% 入れてます。はい。じゃあそんな感じですね。はい、そんな感じで、ちなみにこのジェルオキシそのまま塗ってもいいんですけど、ちょっとこうやってメテオ GL 入れて、さらに電動マドラーでバーっと混ぜると、活性剤、海面活性剤が入ってるんでちょっと泡立ちます。なんで、まあ、泡の感じで塗っていった方がしっかり塗れるんじゃないでしょうか。はい、じゃあまあバーっと塗って7分放置したら流します。活性なんでね、長すぎてもダメなんですけど、短すぎてもダメなんで、しっかり酸化させたいと思います。はい、じゃあそんな感じで飛ばしちゃいます。はい、2液終わりました。2液終わって、軽くシャンプーしてますね。ジェルオキシ、海面活性剤入ってるんで、しっかり流した後に軽くシャンプーしてます。はい、この状態。わかりますね。ということで、こっち側、勝ちゲームです。どうやしないからカメラ回さない。何今のカメラいるかなと。いらないですか。どうやすると思ってました。勝ちゲームですって言うから。しないよ。よし。そうですか。はい。そんな感じで、ちょっと水気をバッと取ったら、マニキュアでいきます。要は、地毛を傷めないように、できる限り傷めないようにして、しっかりと色を乗せていくっていうタイプですね。はい。もう簡単。はい、いつも読めません。エルラルーチェ。言えた。はい。ダークナチュラルブラウンです。はい。こんな難しいことないです。もっと読みやすい名前にした方がいいと思うんだけどね、ナンバー3さん。マニキュアですか？マニキュア DN だけでいいんですか？じゃあ。いや、なんかね、ちょっと読みづらいよね。読めなかったです、最初。ペルラルーチェ。言えた？ピリ。そんな難しいですか？しかもさ、ナンバー3のさ、前のやつって、パーフェクトカラー。パーフェクトじゃなくて、パーフェクトカラーなんだよ、マニキュア。以前のマニキュア。ナンバー3さんは結構そういう名前を付けがち。クレームですか？クレームじゃない、クレームじゃない。クレームですか？いやいやいや、読みづれえなっていつも思うじゃん。クレームでしたね。1本じゃ足りなそうなんで2本いきましょう。1本3分の1ぐらいですかね。さあ塗りましょう。はい、塗り方は一発オールです。なんか結構前マニキュアの動画出した時にハケ塗りなんですかって聞きましたけど、結構ハケ塗りです。よっぽど繊細毛だったらフォーム塗りもするんですけど、基本的に根元にはもちろんつけない前提で、まあ軽くつくぐらいはあるかもしれないですけど、フォームでこのロングをバーッと全部やるよりは絶対的に効率はいいと思うんで、ハケ塗りでいきます。できる限りつけないようにいましょう。これでママもまた羨ましがっちゃうと思います。家帰るの怖いんですよね。逆に怖い。ママもやってもらいたいのに。まあ一回やったのに先にしかも。ママは結構でも回数欲しいんですよね。そうそう、どうしてもね、回数重ねないと厳しいかな。厳しいっていうか綺麗にはなるんだけど、どうしても本当の綺麗な髪を手に入れるんだったら、やっぱ継続。私よりこだわり強いんですよ。あ、こだわり強い。髪の毛。そうなんだ。できる限り予約枠も広げて。でももうこれ以上広がんないよね。休みなくなっちゃう。私もずっと言われてるんですよ、病院の手荒れがひどくて、で目の前にある病院に行ってるんですよ、近いからっていうので、そこの先生から見えるじゃないですか、働きすぎだよって言われました。優しい。有名なんです、そこの吉川院っていう、なんか結構老舗の病院で。なんかいつも「うわ朝から晩まで電気ついてるよね、働きすぎだよ」いい先生。優しい。大変だよね、かわいそうにって言われました。確かかわいそうに。に、こればっかりはね、美容師さんだしね、かわいかわいそうに。にって言われました。確かに。薬を多めに出してもらうっていう。うわああ、あんま通わなくていいように。なんか飲み薬と薬もちょっと塗るやつもちょっと多めに出してもらいました。結構やっぱここら辺に住んでるおばあちゃんのお客さんとかも結構多いんですけど、僕、やっぱみんな吉川さんですね。やっぱ有名なんですかね。そうそう、有名。吉川さんってみんなに言われて、街で愛されてる。おじさんですか？おじちゃん。おじちゃん。わかる？この表現。おじちゃん。ですか？あ、そうです。すごい。おじちゃん。おじちゃんって感じ。優しいおじちゃん。いいおじちゃん。いいおじちゃん。実際年齢聞いたら若そうな気しない？長さんと同い年ぐらいです。いやでもそれマジで本当思うのが、結構俺と同い年で結構なおっさん化してる人結構多いんですよ。またこれアンチ来ちゃう。お部してますか？あ、してます。今年41です。まあでも美容師って若く見えますよね。まあね。確かに。いや、なんか地元の小岩の同級生とか。あ、小岩でしたっけ？小岩。そう、嫌いですよね。いや。マママの会でもう言っちゃった。
くらいです。そう同級生とかそれこそなんかもうつけてちょっと見えるとしかもなんか絶妙にこの世代だから Facebook つながってるんですよ。あそうインスタとかももちろん知らないしうん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  Twitter なんかもちろん全然わかんないけど、とりあえず Facebook が微妙につながってて、で見てるとおおなるほどっていう頑張ろうってなる頑張んないとなって思う感じですか。思うね。アンチエイジングそうですね、行くんですもんね。アマペン。いやでもなんかあって動画で言ったじゃないですか。だからここに帰ってくるお客さんもアマペンの話とかするんですけど、痛いよって言って超嫌なんですけどつっやる前にていやラーメンは痛いに決まってるじゃないですそれ脱毛より痛いですかって言ったらどっちだろうねみたいな。多分脱毛の方が痛い。か。でも長さん痛みに結構弱いじゃないですか。いや俺この間下半身のラスト脱毛だったんですよ。下半身あと1回残ってて下半身ラスト脱毛でもう下半身もうほとんど生えてないから、だからもう本当痛いの嫌だと思って看護師さん相変わらず待ってるわけですよ。多分レート姿勢で。でもあれですよガンはちゃんと巻いてる学びました。学んやばいやばいだ。もうあなたたちに学ばせていただきましたよ。家帰ってからも話しましたもん、その話。やばいよね。いやそうあれ過去一の盛り上がりの回でしたよ。だってコメント欄もうすごかったです。みんな笑って。笑うしかないです。笑うしかない笑うしかない。いやそうで待ってて看護師さんが聞いたらもうあまりにもうちょっとここ最近最後の方だから出力めっちゃ高いんですよ。最要は毛が薄くなってきたから産毛を退治するみたいな感じで、おーもうあまりに痛くて前回の上半身の人がもう受けてて痛すぎて「はいうつ伏せになってください」って言われてうつ伏せの時もう背中が滝のような汗で一回拭かないとダメみたいなぐらいそうだからもう今回来た時に「すいません」っつって「もう本当あんま気にならないんで」っつって「出力ちょっと昔に戻してもらっていいですか」っつって弱音も入った後です。弱音入ったら「っつって「ああ最近結構強いですもんね」って言われて「いやですよね」ってそしたらね全然痛くなかったです。よかったです。しかもすごい気使われて「じゃあはいここから行きますね」っつって最初のウッズとこからピッてって「お痛みどうですか?」って超気使われてって思われました。いやいやいやうわーこいつっていやごめんなさい本当に書いてありますね。痛みに弱い。弱い。書かれました。また痛いんだってマジで。痛すぎると言ってくる。いやだから普段は我慢してる。だから今回一番最初に言ったんですよ。ああ、先に。そう先に言って本当に申し訳ないですけどよかったですね。嘘。最低。これで時間を切ります。はい。15分後流しです。はいじゃあはい。マニキュアなんでそのまんまの色は出てる感じです。はい。結構細々のダークブラウンになるんだけど、でも色落ち早いから最初クラって思っても我慢してください。はい。そんな感じで流します。でシャンプーしていつもの感じですね。ネクターつけて 7.0 4.5 チェンジにしておわみです。お願いします。手につあるある。じゃあ行きましょう。はい。じゃあシャンプーと後処理が終わりました。一回後ろ見てもらおうかな。この間にノットのミストですね。やっちゃいます。ダークナチュラルブラウンだけど、やっぱりちょっと髪の透明感があるからか、結構明るめですね。だからまあ、それもちょうどいいかなと思います。ということで、指導りがもう全然違いますね。じゃあ、とりあえず一番ここです。わかんないか。こうして、まっすぐなってる。このコームを通した時点で、うねりがあったら 100% 成功してないんで、毛先です。今日一応カットをちょっとするんで、動画の都合上白いカットクロスにしてますけど、マニキュアの後にカットするときはカラークロスのまま切ります。色結構染みたりするんで。あとはピンク系のカラーですね。の時はだいたいカラークロスで切ることが多いです。よし、行きましょう。言ってももう完全に髪の毛が綺麗になってるのが確定してるんで、で先一番最後の4.5 つけたあたりですね。そこら辺がどうしてもザラつくあたりだと思うんで、そこら辺を少し落として、ワンレングスでそのままでいいかなと思うんで、カット解説はそんなにいきません。どっちかというとドライカットで、後ろのめちゃめちゃ削いであったところ、あそこら辺をさらに馴染ませるみたいな仕事をしたいかなと思います。なんで、ベースカットはさささっといっちゃいましょうということで、ちょっと下向いててください。ということで、ワンレングスなんで、カットの解説はほぼいかずに、ささっといっちゃいます。でも、やっぱちょっとダメージによって分かりますかね。ちょっとごめんなさい。このボコボコしちゃってるんで、これをきれいにするだけでも全然変わってくると思います。ラントで切ります。よし。この辺の癖が強かったところもめっちゃ綺麗になってると思います。はい。じゃあ引き続きブラントで切ります。ブラントはとにかくコーミングを綺麗にとテンションをかけないようにです。それ以外は特に注意点はないですね。今正面向いてください。
はい、何の変哲もないワンレングスですが、こっから先、イングラだけちょっと、イングラというかね、この三つ襟のところあたりの、この飛び出てるところだけを切ります。しっかりとグッと押さえ込んで、飛び出てきたやつを取る。で、耳の後ろ、コーミングがだいたいずれるところなんで、ここをイヤーというより1センチ後ろにブロッキングして、前に C シェイプ。はい、こういう飛び出たところは切ります。で、前からも、もみあげの飛び出たところ。はい、こういう細かいことですね。ワンレングスはこういう細かいことをしっかりとやってあげてください。はい、じゃあそんな感じでオイルつけて乾かしましょう。リンクのオイルですね。先ほどもつけたんですけど、リンクのオイルつけて乾かします。よっしゃー、乾かし終わりました。はい、こんな感じですね。ちょっとね、こういうのですよね。こういうのはどうしてもちょっとずつ綺麗にしていけばいいかなとは思うんですけど、このそぎの入ってるところ、要はこのそぎが良くない理由としては、こういうのがちょっとだけ出ちゃうんですね。でも全然許容範囲だとは思うんで、こんな感じでよいしょ、綺麗になりました。あとはこのそぎ、がっつり入ってるそぎをいかに馴染ませるかになると思います。だからそぎの入ってないあたりとかはもうかなり綺麗になってるんじゃないでしょうかね。アイロンしないでここまでのツヤが出てるんで、ここら辺とか入ってないところですね、こういうツヤ感がバーっと出てるかなと思います。大成功しました。やった多分触ると全然違うと思う。うわ、これお母さんに怒られるやつ。これで求めてやる、ね、そうよし、あとはカットでちょっとずつすごいそぎが入ってるところってあたりをちょっとなじましてあげて、でこんぐらい癖が出なければ研がなくてよくなるんで、そうこれを徐々に髪の毛を重くするともっとツヤが出ます。こういう感じで、こういうあたりですね、このバスっていってここが伸びちゃってるんで、極力均等に揃えるために少しです、ほんのちょっとこの明らかに出てるラインの奥を少しです。やりすぎたら意味ないんです。結局ここからついてありますねっていうラインがもうここで出てるのを少しなじましてあげて、でもうあと触らない、これを少しだけなじましてあげるだけで一気にこれが滑らかになるんですよ。滑らかになると思う。それを徐々に増やしていって、で根元はもうつかなくてもいいぐらいにしていってあげるといいかなと思います。なんで少しずつ、あとはメテオの GL が乳液の時に入ってるんで、少し最後に熱入れてあげると綺麗になると思います。マニキュアに入れるパターンもありですね。マニキュアに 20% 入れてもいいんですけど、今回は乳液の方に入ってるんで、そのままにしてありました。放置する時間を考えたらマニキュアに 20% ミックスも正解だったかなとは思うんですけども、ちょっとそこら辺はいろいろ乳液の段階で入れたくなっちゃったんで、いろいろね、アレンジ美容師さんもできるかなと思うんで、いろいろやってみてください。もうどこめくってもめっちゃ綺麗です。もうほんの少しずつです。できる限り、こうですね、ここのめっちゃ好きましたっていうこのポイントをぼかしてあげる。意外にこれが難しいんですよね。確かにあんぐらいのざらつく癖があったら、どうしてもつきたくはなっちゃうんだけど、宿毛矯正さえ完璧にできれば、それも必要なくなるんで、サイドのあたりは、よし。ここですね。ここら辺の全然ついてないところっていうのは、やっぱり、美しいツヤが出るんで、ここはほんのちょっとだけ。で、このスライドカット、押しのスライドカットをすることのメリットは、押すことによって、この引きよりも段差ができづらい。なんで、少し滑らせる。しかも、この STR が片方しか刃がついてなくて、こっち側全然刃がついてないんで、それによってダメージ少なく、滑らかなつき具合っていうのが出すことができます。よいしょ。バッチリ。ということで、ある程度終わったんで、でもがっつり、メテオのあれが効いてるんで、今日は210度で、意味の結合作りというか、最後の脱水ですね。脱水する前これです。こういう感じ。脱水するとさらにメテオ GL が効いてきます。この際ちょっと内巻き。いい感じですね。よし。じゃあ全体いきます。で、宿毛矯正もやってるんで、全体の水分を抜いてあげるってことはすごく良くて、酸化を追い込む感じにもなるんで、還元剤のね、働きをちょっと弱めてくれる。絶対ちょっとは残ってるんで、それをしっかりと熱で飛ばしてあげるっていうイメージですね。こうして。で、さっきちょっとすいただけで、このバツッとした月のライン、ここなんですけど、が少し目立たなくなってると思います。全体いきましょう。はい、そんな感じで一周アイロンが終わったんで、バシッと決まったんじゃないですかね。よいしょ。はい、すいません。こんな感じ。どうですか、野菜さん。画面上。トゥルトゥルです。トゥルトゥルです。まあ、バッチリだね。よし、OK。ということで、前髪はちょいと整えましょう。いやー、お母さんの反応がすごい楽しみです。ねえ。羨ましがります。絶対ね。ということで、一回クロスを取って。
ちゃいましょうかね。でマニキュアなんで濡れると、さっきこのクロスの件でも言ったんですけど、色ちょっと移ります。なんで今日は洗わないでもらって、明日から洗っていいんですけど、できれば明後日ぐらいのが本当は理想で、洗って乾かしても枕とかタオルに結構意外につきやすいんで、ちょっと黒めのやつで 2,3 回洗ったらもう多分そこで定着すると思うんで、はい、ただマニキュア結構ね髪質には合ってると思うから、ちょっと検討してみてください。で、いや完璧ですよ。どうぞ。すごい。じゃあうわ。指とした方がいいと思う。来たね。すごい。ありがとうございます。お母さんにぜひ言っといてください。はい。バッチリです。よし、じゃあちょっと後ろからお願いします。ちょっと下向いてください。よし。光があんま来ないんだっけ、ここ。はい。じゃあスタイリング剤ついてません。とりあえず仕上がり。軽くアイロン入ってるんですけど、もうバッチリ。いって、あとはここら辺の薄くなってるところあたりを徐々に伸ばして綺麗な髪っていうのを1年以内に手に入れるっていうのが今後の目標ですね。はい。じゃあ今日は、ネオメトのストレート。結構センシティブな細毛さんであり、すぐ色が抜けちゃうメラニンが少ない髪質であって、あとアイロンしてある。かなりついてあるっていう、難易度的にはちょっと高いんですけど、そんなにこの薬剤とか等を使えば難しくないかなと思う前提だったと思います。なんで今日のポイントとしては、後ろの強いところだけ 10.5 を使う。あとは全体7.0 とインクラインなんだけど、毛先はしっかりと保護してからやってあげる。で、そうだ、毛先見してないですね。毛先。もちろんですが、ぐにゃってなってるあるようなとこはないです。はい。なんで、いろんな方法をやって適切な還元をしてあげて、軟化が激しくいってダメージ受けそうだなって思うところはストップしてあげる。そういったやり方っていうのを今日やりました。カットはワンレグさんであれなんですけど、あとはエアマニキュアのおすすめですね。髪質によってはもう全部が全部カラーすればいいってもんじゃなくて、マニキュア酸性カラーっていうのも選択肢の一個にあった方がいいんじゃないかなと思いました。はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、以上です。はい、バッチリでしょ。人生初だと超嬉しくないですか？超嬉しい。インスタで見てるやつだ。そっかそっか。すごい携帯で撮っといた方がいいですね。すごい。最高です。ちょっとだけ下向いてもらって。携帯は今お持ちじゃない。持ってないです。オッケー、じゃあエアドロップで送ります。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は汗はそんなかいてない。最近暑いから。いや本当暑い。ここマジ無理。エアコンの増設工事を今ここに1機やって、ここに欲しいんです。ここに。そう、ここに欲しいんだけど、なかなかビルの許可が下りないんで、ちょっと岩崎さんがいつも汗だくになってます。ほら、いるここに。なんでその言い方するんですか？自分で見せたんでしょ。なんでって言うんですか？やってくれるって言ってくれたから。うん、俺以外がね。はい、俺以外が。はい、じゃあその感じでまた次行きましょう。バイバイ。